こんにちは。今日は襟ぐりからぐるぐると編んでいくトップダウンのプルオーバーを作っていきます。編み方はまず細編み、次に少しだけ長々編み、あとはほとんど長編みだけを編んでいきます。難しい模様編みがないので簡単に作ることができます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録と、あとベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのフラッフィー、色はアクアブルー、材質はアクリル 100%、 35g で約107メートル、使用かぎ針の目安は7号。これを今回は10号で編んでいきます。あととじ針とマーカーを使います。で、今回使う糸はこんな感じ。だいたい2ミリぐらいに見えるかと思います。これで編んでいきます。最初に作る鎖の数について説明します。私は今回鎖を76編んで、だいたい64センチぐらいの襟ぐりにします。4箇所にマーカーをつけて、これを広がるように編んでいきます。マーカーをつける位置はこの位置、後で一緒にマーカーをつけていきます。これが同じ糸で編む場合で、サイズの変更や違う糸で編む場合、サイズの変更や違う糸で編む場合、こんな感じで計算します。で、このままだと少しややこしいので、具体的な考え方を見ていきます。考え方の手順は、まず作りたい襟ぐりの広さになるまで鎖を編みます。これぐらいにしたい時にはこれぐらいの長さ、これは具体的な数ではなくて好みの長さ、実際に首元に巻いてみて好みの長さにします。で、これを好きな比率の長方形にします。例えばこれで3対2ぐらい、例えばこれで2対1ぐらい、2対1ぐらいで、細長くすると浅くて広い襟ぐりになります。で、だいたい3対2から2対1の間ぐらいがいいかと思います。で、これが決まったらここに必要な鎖の数を計算します。今回まず鎖を編んで、細編みを編んで、で V を作っていきます。V は3つの細編みに1つの V。細編みは鎖1つでできているので、鎖3つで1つの V。なので V の数に3をかけると、ここに必要な鎖の数がわかります。V の数かける3プラス2。こちらでも同じように、こっちはこっちで計算して、こっちはこっちで別々に計算します。こっちも V の数かける3マイナス2。ここでは V が12345、5かける3プラス2、17。こっちは V の数が 8×3 プラス2、27。最初に編む鎖の数は
こんな感じで計算します。長い辺と短い辺を足します。こっちにもあるのでかける2。最後にこの4箇所を引いてマイナス4。長い辺短い辺かける2マイナス4。長い辺短い辺かける2マイナス4。これが最初に編む鎖の数になります。私は今回鎖76で編んでいきます。鎖編みをしていきます。この時糸端を少し長めに残しておきます。だいたい15から20センチぐらい。この状態で鎖を編んでいきます。この時の鎖はゆったりではなくて普通ぐらいの加減で編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。次はここに細編みをしていきます。今まではここで輪にしてここからぐるぐると編んでいったんですが、今回はまず細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで編んできました。次はこれをつないで輪にします。まずねじれていないか確かめます。これが最初の細編み、これが最後の細編み。引き抜いてつなげます。これでつながりました。で、今この細編みの上の方がつながっていて下は開いています。これは後でこの糸端を使ってこのとじ針で自然につながるように縫っていきます。この方がきれいに出来上がります。次はマーカーをつけていきます。まずこの糸の出ているところ、これがこの位置になります。これがここ4箇所にマーカーをつけます。まずこの1つ目、この角がこの糸の出ているところ、糸の出ているところはこの細編み。次はここにマーカーをつけます。ここはこのマーカーをつけたところから数えて14番目。マーカーを含めて数えていきます。マーカーのところが1、2、3、4、5と数えていきます。これが14番目で、サイズの変更やあと違う糸で編んでいる場合にはここで
出した数、ここが23だったら23番目にマーカーで、次ここで計算した数がこの数となります。で次はこの部分、このマーカーのところから数えて26番目、マーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5と数えていきます。で次もマーカーを含めて14番目、で最後はここ、マーカーを含めて数えて26番目と、ここは1番目でもあり26番目でもあります。でマーカーがつきました。次は2周目を編んでいきます。針を戻して鎖を5つ、1、2、3、4、5で、この根元のマーカーをつけたところに長々編み、長々編みは2回絡めて、糸を引き出します。今4本糸がかかっています。これを2本ずつ引き抜いていきます。これで長々編みの V ステッチ、次も V ステッチ、足元は1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に V、 長々編みの V を作ります。絡めて長々編み、1、2、2本ずつ鎖1つ、同じところに長々編み2回絡めて、これで V ステッチで、最初の V にマーカーを付け替えておきます。次また V ステッチ、今度は足元2つ飛ばします。ここでは1つ飛ばしました。これからは2つ飛ばします。1、2飛ばして3つ目で、長々編み、鎖、同じところに長々編み、これで V ができました。で次も V、 足元2つ飛ばします。
2つ飛ばして3つ目、鎖、同じところに長々編み、次も同じ、1、2、3、鎖、次はマーカーのところ、このマーカーのところに V を作ります。足元は細編み1つ飛ばすことになります。これでマーカーがついていたところに V で、このマーカーの前後では細編み1つ飛ばします。ここでは2つ飛ばしたんですが、ここでは1つ、このマーカーのついた V の前後では1つ、こっちも1つ、足元1つだけ飛ばします。1つ飛ばして2つ目、これで V、 ここは足元1つ、ここも1つ、それ以外は2つで、次足元2つ飛ばします。1、2、3、こんな感じになります。で、次のマーカーのところまで編んでいきます。2つ目のマーカーのところまで来ました。足元1つ飛ばしてマーカーのところに V、 1、2、これでマーカーのところに V、 次も足元1つ、1つ飛ばして2つ目、これで足元1つ、こっちも1つ、これ以降は足元2つ飛ばしていきます。次このマーカーのところではまた足元1つとこっちも1つで、ぐるっと編んでスタート地点まで戻っていきます。1周編んできました。今足元を見ると細編み1つだけ残っています。このまま最初の鎖の下から4つ目、1、2、3、4、この鎖の上が2本、下が1本、この位置に
針を入れて引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目からは長編みをしていきます。今マーカーのついているところ、まずこの鎖4つの上に鎖3つ、まず1、2、3、後で分かりやすいようにマーカー。次はこの V の中、ここに長編みを3つ、1、2、3、これで V に長編み3つ。次はこの長々編みの上、ここに長編みを1つ、次からはそれぞれに1つずつ。まずこの長々編みの上、 V の中、次はこの長々編みの上、1つずつ長編みをしていきます。V、 長々編みの上、これからも同じです。長々編みの上、 V、 長々編みの上、これを続けます。次はマーカーのついた V、 まずこの長々編みの上、次は V の中に長編み3つ、次はこの長々編みの上、1、1、2、3、1と編んでいきます。次は V の中に3つ、1、2、3でマーカーを付け替えておきます。この3つ編んだうちの真ん中、次からはここと同じ、全部1つに1つずつ。まずこの長々編みの上、 V、 長々編み、次もで、このまま次のマーカーのところ、ここまで編んでいきます。3番目のマーカーの手前まで来ました。ここでも同じく長編みを増やします。まずこの長々編みの上、次は
V の中、長編みを3つ、1、2、3で、真ん中にマーカーをつけます。次はこの長編みの上、これが角になります。次からまた一つずつ、ここに一つ、ここに一つ、ここに一つと編んでいきます。で、ここでまた同じ、ここに一つ、真ん中に3つ、ここに一つでぐるっと編んで最初のところまで戻っていきます。3周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜いてつなぎます。次は4周目。4周目はここからスタートします。今鎖3つの上から糸が出ています。その隣に糸を移動させて、そこからスタートします。このまま隣、糸を引き出してかぶせるようにして引き抜きます。これでこの長編みの上から糸が出ました。ここから鎖を3つ、1、2、3で、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次はこの長編み3つの真ん中にマーカーがついています。ここに長編みを3つ、1、2、3、1、2、3、次の長編みの上に長編み、この下の V に長編み3つ、この長編み3つの真ん中に長編み3つ、これで増やしていきます。広がっていきます。次からは1つに1つずつ、マーカーのところまで全部1つずつ編んでいきます。で、次のマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。またこの長編み3つの手前に長編み1つ、真ん中に長編み3つ、次は1つと編んで広げます。まずここ長編み1つ、次は3つ、1、2、3で、真ん中にマーカー、次はこの3つの最後、で、次からは1つずつ次のマーカーのところまで編んでいきます。次のマーカーのところでも
この3つの1つ目には長編み1つ、真ん中には長編み3つ、次は1つと編んで、次は1つずつで、またマーカーのところで増やして最初のところまで戻っていきます。4周目を編んできました。今この長編みの上に長編み、次は鎖3つ、鎖3つの上に最後の長編み、ここの上に長編み、この鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目は影になっていると思います。これで最後まで長編みができました。最初の鎖に引き抜きます。1、2、3。これで4周目が終わりました。次は5周目。5周目以降は下と全く同じです。今糸が出ているところから一つ移動します。このまま隣、さっきと同じです。糸が移動できたら鎖3つ、1、2、3。次はマーカーのついたところ、真ん中に長編み3つ、これで3つ、次からは1つずつ、全部1つずつ編んでいきます。で、次のマーカーのところ、またこの真ん中に長編みを3つ、次もでぐるっと編んだら今と同じ、ここに最後の長編み、その後に鎖の下から3つ目に引き抜きます。で、糸を移動させて真ん中に長編み3つで、またぐるっと編んでいきます。襟ぐりにある最初に編んだ鎖、この糸端をここをつなげながら始末します。ここが開いているので、これが自然につながるように針を通します。大体でいいんですが、ここに鎖に見えるところがあって、ここの端から2つ目ぐらいに針を通すといいと思います。ここがつながるようにします。で、あとは見えないようにしっかりと留めます。こんな感じにつながりました。長編みを11周編んできました。長編みだけの部分を測ると
17センチ、襟ぐりから測ると約20センチ。私はこれぐらいにしようかと思っています。これを続けて編んでいくとゆったりしたサイズになります。で、私はだいたい L サイズで、秋冬に下にちょっと厚手のものを着ても大丈夫なように少しゆったりサイズにしました。これは襟ぐりの広さや個人の体格とかいろいろ影響するので、必ず肩に当ててみて、後でここをだいたい3センチぐらいでつなぐので、それも含めてここに腕を通して、できつくないかを確認します。きついようでしたらもう少し編んでいくといいかと思います。次は脇の下を鎖でつなぎます。ここが長い辺、こっちが短い辺。短い辺の角と角、ここには長編み3つの真ん中にマーカーをつけました。こっちも同じ長編み3つの真ん中、こうたどってこことここをつなぎます。こっちも同じ場所にマーカーをつけました。ただこっちはこっちと見分けやすくするために白いマーカーをつけました。こっちとこっち、こっちとこっちで、この糸玉につながっている糸は切らずに休めています。切らずに今度は外側から取って、この新しい糸でつなぎます。じゃあまずこの白いマーカーの方、こっちが糸が出ている方で、出ていない方から編んでみます。で、今表が上、ここが長い辺、ここから短い辺、マーカーのところに針を入れます。で、その前に、編みやすいように1回結び目を作ります。で、この時ちょっと15センチぐらい残して、ここから使います。マーカーのところ、で結び目を引き出し、糸が出ました。ここから鎖を5つ、これは多少であればもう少し増えても少なくても大丈夫です。私は鎖5つで編んでいきます。この状態から鎖5つ、まず1、2、3、4、5、次はこのまま短い辺をたどって次のマーカーで表から針を入れます。これを引き抜きます。で、鎖一つを編むようにして糸を切ります。で、この時も15センチぐらい残して切ります。これで脇の下がつながりました。これが袖ぐりになります。反対側も同じように、こっちは長い糸が出ています。ピンクとピンクのマーカーのところをつなぎます。で、さっきと同じように新しい糸端を15センチぐらい残して結び目、でピンクのマーカーのところ、これは今糸の出ているところとは違っていて、
長編み3つの真ん中、ここに針を入れます。糸を引き出します。ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5で、反対側のマーカー、表から糸を引き出して引き抜いて、で鎖一つを編むようにして糸を切ります。これで両方ともつながりました。次は元の糸に戻ります。糸玉につながっている方、ここから続けて編んでいきます。ここから編んで鎖の上で、胸のところで鎖と編んでいきます。で、糸が出ているところから続けます。鎖を3つ、1、2、3で、隣に長編み、この隣、次はこの長編み3つの真ん中、次はこの鎖の1つ目、この鎖の上が2本、下が1本の位置、上が2本で下が1本、この位置に針を入れて長編み、1つ目の鎖に1つ目の長編み、次は隣、次も次も最後はこの小さくなっているところ、ここに5つ目の長編み、これで鎖の上に長編みができました。次からまた下と同じように編んでいきます。まずこの長編み3つの真ん中、長編みをします。次も全部一つに一つの長編みをしていきます。で、このまま次の鎖の手前、ここまで編んでいきます。もう片方の鎖の手前まで来ました。またこの長編み3つの真ん中、ここに長編みをします。次は鎖、5つの鎖に5つの長編み、まず1つ目、
2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、これで長編みが5つ。次はこっち側の長編み3つの真ん中、ここに長編み、この糸端は編みくるまないで後で使います。次から1つずつこの長編みの上、このまま一つに一つの長編みぐるっと編んで最初のところまで戻っていきます。脇の下を一周編んできました。これが最後の長編み、最初の鎖の下から3つ目引き抜いてつなげます。次また同じように鎖3つ、隣に長編み、ここに長編み、で次も鎖の上もこのまま一つに一つずつぐるっと編んで、最後に最初の鎖の下から3つ目引き抜いてまた鎖3つ、これで好みの長さになるまで編んでいきます。この脇の下をつないだ鎖の糸端、この糸端を処理します。でここにはつないだ時の長編み3つ、この穴が少し広がっているのでこの糸端で補強しながら隠していきます。自然に見えるように整えます。こんな感じにしようかと思います。だいたい補強をし終えたら、あとはほどけないように留めます。他の糸端も同じように補強してから隠します。今脇の下の2周目を編んでいるところです。途中なんですがちょっと思いついたことがあって、私はこのまままっすぐ続けて編んでいこうと思っていたんですが、ちょっとここでちょっとギャザーを寄せるように広がるように編んでいこうかと思っています。どちらでも好みに合わせて選択してください。私はここで広がるように編んでいきます。でこの状態にそのまま広がるように編んでいくのではなくて、
回細編みで1周します。その方が綺麗にできると思います。鎖1つ、根元に細編み、次もこのまま一つに一つの細編みで1周します。細編みを編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次から広げるように編んでいきます。まず鎖3つで広げて編んでいきたいので、一つの細編みに長編みを2つとか、1つ1つ2つとか、1つ1つ1つ2つとか、ちょっと間隔を空けて一つの細編みに2つと編んでいって、自然に広がるように編んでいきます。これをちょっと編んでみて、でどれぐらいでどれぐらいの広さになるかを後で紹介します。まず今鎖3つ編んだところ、同じところに長編み、これで鎖3つと長編み1つ、次は1つに1つ、次も1つ、次は2つにしてみます。これで1つに2つ、次は1つ、1つ、また2つと、この2つ長編みをする間隔によってだいぶ広がり方が変わってくるので、様子を見ながら増えるように編んでいこうかと思っています。脇の下を鎖でつないでから長編みで1周しました。次に細編みで1周、次に長編みだけを12周編みました。この長さは約22センチ。ちなみに他の部分も測ると、この襟ぐりから細編みまで約19センチ、襟ぐりから裾までは約41センチ。こんな感じにしました。これは着てみてで好みの長さにします。私はだいぶ短めです。で、今長編みの次に細編みをしています。最後にこれをとじ針で始末します。これが最後の細編み。少し長めに糸を残して切ります。最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み。最初の細編みの次に手前から針を入れます。で、最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れます。で、上から入れて下の細編みも通します。大きさを揃えます。あとは裏でほどけないように留めます。
こんな感じに出来上がりました。襟ぐりは広くて浅め。今回モヘア調の糸で編んだんですが、春夏用の糸で春夏用に編んでもスッキリとして可愛いと思います。この透かしが大きいので涼しげな感じになると思います。私はこの襟ぐりの広さを約64センチ。これは春夏用にしても、あと秋冬用に下にちょっと厚手のものを着てもスッキリとして見えるサイズにしました。でもっと広くして夏に肩から落ちるぐらいにしてもとても可愛いと思います。で、模様は長々編みをしただけでとても簡単で、シンプルなんですが、全体の形がとても可愛いのでちょうど程よく着やすい感じの可愛さになりました。袖はゆったりとしています。脇の下に鎖でつないでと動きやすくしました。この長編みが多少伸び縮みするので、それも含めてとても着心地が良くなっています。で、裾は短め。この細編みで切り替えたところがウエストよりもだいぶ上なので下半身がすっきりと見えます。この裾を広くしたのでここと比較してお尻が小さめに見えます。で、この状態ではこんな感じなんですが、着るとここが立体的になってとても可愛い形になります。私は今回すごく短めにしたんですが、もっと長くしてお尻が隠れるぐらいの長さにしても可愛いと思います。お好みの長さにしてください。と、私はこの季節にこのサイズで、もっと寒くなったらこれをもう少し伸ばしていっても楽しいかと思っています。その際は細編みをほどいて、で長編みを好きなだけ伸ばしていきます。簡単に好みにアレンジすることができます。このデザインはとても可愛いのでお子様用に編んでもいいかと思います。このサイズの変更の仕方が、最初に鎖の長さを決めて、あと体に合わせてこの長さを編んでいって、またさらにここも好みの長さまで編んでいくだけなので、どんなサイズに変えることも簡単です。よかったら試してみてください。サイズを測りました。上から下までは48、横幅は64、襟ぐりから裾までは41、襟ぐりから細編みまでは19センチ、襟ぐりは64センチ、袖ぐりは35、使った糸は 120g で、糸は糸玉の数でいうと4玉。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。